初めてヘビを持った時は平常心を保つのに必死でした。ヘビ屋のひろあきです。今じゃヘビがいないと平常心を保てないぐらいにはなりましたね。今日はですね、ヘビを飼うってどういうこと、ヘビ飼うって楽しいの、ヘビのいる生活についてお話をしたいと思います。これからヘビを飼ってみたいとか、いろんな方がこの動画を見ていただいていると思うんですけれども、ヘビはですね飼えますし、ヘビのいる生活っていうのはねすごくいいですね。やっぱり人間は動物と一緒に生きていくように作られているんだなという気がします。日本ではやっぱり犬とか猫とかが一番有名、ペットとしてメジャーなのかと思いますけれども、海外ではですね爬虫類も十分メジャーで、いろんな人が老若男女問わずヘビやトカゲを飼っているわけですが、ここ日本でヘビを飼う魅力って何なのかっていうのを3つお話ししたいと思います。まずもう最大の魅力と言ってもいいかもしれませんけれども、それはね飼いやすい。爬虫類は基本的に、今はこうやって触らせてくれていますが、ケアをしなければいけない、面倒を見なければいけないという生き物ではなくて、基本的には放っておいてほしい生き物なんですね。なので、現代人どんどん忙しくなっていってるとか、体力がなくなっていってるとか言いますけれども、忙しい合間を縫って散歩に行かなければいけないとか、こっちがへいへい言ってるけれども、体力をある程度使っていかないと健康が維持できないから頑張るとか、そういうことは必要ありません。適切な環境を用意してあげれば、もう基本的にそこにいれば満足という生き物なので、非常に飼いやすいんですね。ご飯もそんなに食べない。朝昼晩、今日はあれにしようかな、今日はこれにしようかなとか、最近ちょっと野菜が足りてないからとか、ちょっと最近コンビニ弁当ばっかりだから手作りしなきゃいけないかなとか、そういうのも必要なくて、もうネズミを与えていればそれがヘビにとっては完全栄養食なので、メニューを気にする必要もないですし、週に1回餌をあげればいいので、とっても手間がかからないいい子です。飼いやすいっていうのはですねすごく大事なことだと思うんですね。僕の周りにももういろんな種類の生き物を飼っていて、どんな生き物が来ても全然大丈夫っていう人もいるんですけれども、僕も小さい頃生き物を飼ってこなかったので、大人になってからなんですね。初めて飼った生き物がボールパイソンなんですけど、生き物ちゃんと飼えるのかなっていう不安はすごくたくさんあったんですね。でその状態でハードルの高い生き物に行くよりも、飼いやすいっていうのはすごくね大事なことだと僕は思います。だからヘビって飼いにくいんじゃないの、難しいんじゃないのっていうことは全然なくて、とても飼いやすい生き物だと思いますし、初めて動物を飼うっていう時に、一番おすすめと言ってもいいかもしれません。ヘビ、メニューいらない、頻度少ない、難しいことも少ない、しつけがとかね。ということでボールパイソンを飼う魅力、ヘビを飼う魅力のもう最大のおすすめポイントは飼いやすいということです。可愛いとかかっこいいとかそういうのはもう魅力っていうか当然のことなので、今回ちょっと除外しました。ペロペロしてて可愛いですけど、もう一つは、変わったものが好きっていう方もいると思うんですけれども、変わったものがあんまり好きではないのっていう方もいるとは思います。あんまり奇抜なことをしたらちょっとどう思われちゃうかなみたいな心配がある人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、ヘビの魅力その2は、普段はこうしてお店で販売をしているんですけれども、爬虫類を販売するイベントみたいなのがあって、でそれはですね、知らない人からしたら歌舞伎町の地下で夜な夜な繰り広げられるアンダーグラウンドみたいなイメージがあるかもしれませんけども、そんなことはなくて、もう大きな普通の会場でそういう販売会っていうかイベントがあったりするんですが、もうそれもね人がすごいたくさん来て、爬虫類を飼うってこんなに一般的なんだなっていうことを僕は知りました。でそこにはこわもてのお兄さんたちが多いのかと思いきや、女性とか子供とか若い人とかもたくさんいて、ペットといえば犬と猫っていう時代ではもうないのかなと思います。爬虫類っていうのがどんどん人気が出てきて、いいじゃんって言ってもらえる市民権も得てきているので、あんまりちょっと変わったことするのは苦手だなみたいな人もいるかなと思うんですけども、意外とね大丈夫です。可愛いって言ってくれる人は多いと思いますよ。ということでボールパイソンを飼う魅力その2は、安心してください、結構人気ですということですね。ボールパイソンを飼う魅力その3としては、長生きしてくれるっていうことですね。生き物はもう何十年も生きるタイプの生き物もいれば、7日間で死んでしまうんだみたいな通説の生き物もいたりしますけれども、ボールパイソンの寿命というのは15年から20年というふうに言われています。これだけの期間生きるということは何を意味するのかというと、それは家族ということですね。小さい頃に飼えば一緒に大人になるし、
物心ついてから飼えば一緒に年を重ねていくし、家族としてあなたの人生に寄り添って生きていってくれると思います。やっぱりこの子は私の辛いあの時のことを知ってくれているとか、私がひっそり泣いたあの涙をこの子は横でペロペロ見ていたとか、やっぱりそういうのって思い出になっていくというか、愛着になっていくと思うんですよね。長く一緒にいい人生を共有できるパートナーであるっていうのは、大きな魅力かなと僕は思います。はい、ほら、おとやめろと。とっても飼いやすいし、最近では人気も出てきているし、長くあなたの人生に寄り添ってくれるし、非常にペットというか家族というか人生の相棒としておすすめのボールパイソンです。今日はですね、その初心者というかこれから飼ってみようという方に向けて、入り口の広さというか敷居の低さについて今日は少しお話をしましたけれども、実はですねボールパイソンは沼と言われる部分もあって、大の大人がどんどんはまり込んでいく魅力もあるんですね。で1匹じゃなくて2匹2匹じゃなくて5匹10匹と飼いたいとなっていく生き物でもあるんですけど、そういうなんていうんだろうな、上級的な楽しみというか沼った楽しみ方もあって、それはブリードをしていくことが前提の生き物というか、大きな魅力の一つとされている生き物なんですね。この子はもう真っ白で、白ヘビの中でもやや特殊な一部だけ黄色いラインが入るとか、そういう特殊なヘビなんですけど、もともとの原種はですね黒と茶色のもうとってもヘビしい柄なんですね。だけどそれをブリードを重ねていくことによって子供がどんどん変化していって、今ではいろんな色とか柄の種類があるんですが、お店にもいろんな色とりどりの柄とりどりのボールパイソンがいますけれども、ブリードをするという楽しみもあります。それもただ増えていくというわけではなくて、何かもう茶色と黒を足したら白になるとか、なんでそんな変化するのとか、こういう表現とこういう表現を重ねたいっていうのを計画して取り組んでいくっていう楽しみもあるんですね。例えとして正確かどうか分かりませんけれども、そして生き物へのリスペクトを十分に持って聞いていただきたいんですけれども、僕が小さい頃の例えで言うとドラクエモンスターズみたいな、この強いのとこの強いのやったら超ウルトラスーパーグレートドラゴンが生まれたみたいな、そういう楽しみ方をされる方も多い生き物かなと思います。茶色と黒から白が出るとか普通の色の三原則ではないじゃないですか。でも遺伝子っていうのは不思議なもので、理科でね習ったことがちゃんと反映されていく様子も見ることができます。こっちだとね、一番遺伝子が乗っかってるのは何ですかね。この子もパステルレッサーファントムグラナイトポッシブルイエローベリーファイヤーっていう召喚獣みたいな名前をしていますが、あれは全部遺伝子の羅列ですね。チワワとダックスフンドでチワックスみたいな、そういう感じです。生き物と一緒に生きるっていうのはね、本当にいいことだと思います。大人でも子供でも人間のね心というか魂というか、そういう部分には他者と生きる、動物と生きるっていうことがセットされているのかなっていうのをすごく感じます。生き物飼ったことなかったので飼ってみて初めて思いますけど、なのであなたの人生もきっとさまざまな面で豊かにしてくれて寄り添ってくれると思いますので、生き物飼ったことないわとかいう方にもおすすめですし、これから飼ってみようかな、いつか飼ってみようかなっていう方はですね、是非こういう生き物もいるんだよということと、その魅力を知っていただければなと思います。今日はボールパイソンというヘビの魅力についてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。